こんにちは。今回は花のモチーフの編み方を紹介します。極太の糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編みの作り目を作ります。針を糸の後ろから入れて、手前、右へと回転させて、この輪の中に鎖編みを編みます。ここから鎖編みを5目編みます。鎖編みを5目編みました。最初に緩めた目に針を入れます。ここです。針を入れて引き抜き編みをして、引き抜いた糸を少し絞り、糸端の糸をしっかり引いて輪を縮めます。鎖編み5目の輪の作り目ができました。1段目は長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を長編み1目とします。次は輪の中に長編みです。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。少し長めに引き出して、次は2本の糸だけを引き抜き、次は残りの2本を引き抜いて長編みを1目編みました。1段目は長編みを15目編みます。鎖編みの輪の中に長編みを編んでいきます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みを編みます。1段目はすべて長編みを編んでいきます。3目の長編みができました。このように長編みを全部で15目編みます。ここまで長編みができました。あと2回長編みを編みます。この1目で15目の長編みになります。鎖編み3目と長編みを15目編みました。1段目の最後は引き抜き編みをします。鎖編みを3目編んだところの1、2、3個目の鎖編みに針を入れて、糸をかけて引き抜きます。引き抜いた糸を少し絞ってください。これで1段目ができました。次は2段目です。2段目も長編みを編みますので、立ち上がりの鎖編みは3目編みます。鎖編み3目を編んで、これを長編み1目とします。そして2段目は間に鎖編み1目を入れますので、全部で鎖編みを4目編みます。次は1段目の長編みの頭の
2本の糸に針を入れて、ここに長編みを1目編みます。鎖編みのところ、次の長編みの頭2本に針を入れて、長編み1目を編みます。そして次も間に鎖編み1目を編んでから、次の1段目の長編みのところに長編みを編みます。1段目の長編みの頭に針を入れて長編みを1目、間に鎖編み1目を入れてから、次の1段目の長編みのところに長編みを編みます。鎖編み1目を間に入れながら、2段目は長編みを編んできます。このような模様になります。この編み方を2段目はします。ここまで長編みを編んでいきます。最後はここです。鎖編み1目を間に入れながら長編みを編みます。ここまで編んできました。あと2回長編みを編みます。鎖編み1目を間に入れてから、1段目の長編みのところに長編み1目を編みます。鎖編み1目を間に入れて、1段目の長編みのところに長編みです。最後は鎖編み1目を編んでから、2段目の最初に鎖編みを編んだところです。最初に鎖編み3目ともう1目で鎖編み4目を編んだところの3個目の鎖編みに引き抜き編みをします。ここに引き抜き編みをします。糸をかけて引き抜いて、引き抜いた糸は少し絞ってください。これで2段目ができました。3段目は花びらを編んでいきます。2段目の最後のところから、次は隣の鎖編み1目のところに移動するために引き抜き編みをします。この鎖編み1目のところに針を入れて糸をかけて引き抜きます。鎖編み1目のところに移動しました。ここから3段目を編みます。鎖編み1目を編んで、同じところに細編みを1目編みます。針を入れて糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。次は隣の鎖編み1目のところに長編みを7回編み入れます。鎖編み1目のところに長編みを7回編みます。
これで4目編めました。あと3回編みますので、編み地を寄せながら編んでください。もう一回長編みを編みます。1、2、3、4、5、6個の長編みを編みましたので、もう一回同じところに長編みを編みます。これで鎖編み1目のところに長編み7目を編み入れました。次は細編みです。次の鎖編み1目のところに細編みを編んで、花びらが1枚できました。細編みを編んだ次は、隣の鎖編み1目のところに花びらの長編みを7回編み入れます。鎖編み1目のところに長編みを7目編み入れますので、きつくなりますから編み地を寄せながら鎖編み1目のところに長編みを7回編んでください。もう一回長編みを編みます。これで長編みが7個できました。次は隣の鎖編み1目のところに細編みです。この編み方を続けます。最後の花びらのところです。細編みを1目編んだところから次の鎖編み1目のところに長編みを7回編みます。長編み7目ができました。最後は最初の細編みのところに引き抜き編みをします。ここが最初に編んだ細編みのところです。この細編みの頭のところに針を入れます。ここに針を入れて引き抜き編みをします。最初の細編みの頭に針を入れて、ここの細編みです。ここに引き抜きますが、この位置に後ろから針を入れて長編みの頭の目を後ろに引き抜いてきます。このような形になります。
表側からではなく裏側から引き抜き編みをしました。そしてここでもう一回引き抜き編みをして、あとは糸始末をします。糸を切ってとじ針に糸を通します。ここが引き抜いたところです。後ろ側の目立たないところに一回とじ針で糸を通して、次は長編みの足の部分です。この足の部分に糸を通していきます。長編みの足の部分に通すと目立ちませんから、足のところに糸を通して、そして一回糸を戻して、これで糸を切ります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。